おすすめ、一番はシンプルなとんかつロースカツとヒレカツなんですけど、ルイビ豚っていう静岡県富士市のブランド豚なんですけど、これが本当僕がそのお店出したいなってなった時に、仕事の休みとか空いた時間を使ってもとんかつ屋さんをもう何十軒何百軒ってもう休みのたんびにとんかつ食べて、でいろんなお店のいろんなお肉食べて使いたいなってなったのがこのルイビ豚。お味ももちろん美味しいし価格は高いんで、やっぱランチには向いてないお肉だっていうのもあったんですけど、どうしてもこの美味しいお肉で幸せを分け与えたい、これを共感してもらいたいなっていうのでルイビ豚。あとはルイビ豚の豚でルイ・ヴィトンっていう風に読めるのでネームインパクトも結構あるお肉で、なんかこれ面白いかなと思って。希少なお肉なんでもう農家さんに直接いきなりアポ取っていろいろ交渉はあったんですけど、僕は自分の足で探した一品なんで一番やっぱおすすめ。数量限定でルイビをやって、やっぱ価格がどうしても高い。でも他のお店さんとかよりは2000円ぐらい安いのかな。結構もう原価に近づけてなるべくは安く美味しいお肉をっていうのでやってるんですけど、それでもどうしても高くなっちゃうので、そこで価格を下げたメニューで創作とんかつでカツ丼とかカレーとかやってるやつは全部違うお肉を使ってるんですけど、それも国産の美味しいお肉なんですけど、皆さんやっぱ来たらせっかくなら美味しいの食べようかなっていうのでルイ・ヴィ豚一番人気メニューになってます。海鮮も今はアジフライ、エビフライと今カキフライか、前はホタテフライやってたんですけど、豊洲市場から仕入れてる業者さんがあって、そこから美味しい海鮮を仕入れています。期間限定でサンマフライっていうのもやってるんですけど、時期に合わせて北海道のサンマが欲しいんですけどとか、海鮮もお肉同様にこだわっております。千切りにして水で浸してちょっとシャキシャキ。お味噌汁は毎回昆布と鰹節で出汁を取って、これにお味噌汁とかして、お家とかじゃなかなかここまで手間かけられないんで、こういう外食でそういうお味噌汁飲んでもらえたらなとやってます。本当は理想はやっぱ一晩昆布とか浸しておきたいんですけど、場所がないんで朝ちょっと早く来て煮出してって感じで。本だしもちょっとだけ、はい。毎回変わりますけど、今はネギを細く輪切りにしたのを使ってます。常連さんとかが毎回何かちょっとでも変化があると楽しいかなっていうので、付け合わせの漬物のところと味噌汁の具っていうのは変えさせていただいてます。フライヤー2層に分けてて温度違うんですよね。低い温度と高い温度で2回揚げてて、提供までは5時間いただいちゃうんですけど、その分ほんと一番柔らかいけどサクサク感も残るっていう揚げ時間を自分なりに研究してこれにたどり着きました。最初は普通ブレンド米みたいなの使ってたんですけど、じゃあこだわって秋田小町の美味しいごこ米に変えて、ここもちょっと個人的にはこだわってると炊飯器で炊いてたんですけど、家庭のご飯と一緒のクオリティというか、そこは僕も反省点があって、思いついたのが土鍋。家で土鍋で炊き方なかなかいないと思うし、水を1時間ぐらい吸わせて炊き始めるとツヤツヤの美味しいご飯ができる。手を抜くところとかあってもいいんじゃないかっていうのもあると思うんですけど、僕はそれ絶対やりたくなくて、外食って本当に価値が高まってて、値段以上にやっぱその付加価値を求めてくるお客様が多いので、本当に美味しいものを出したいなっていうので、お金かけてでも全部こだわろうっていう。とんかつソースもこれも本当野菜を何種類もすりおろして、でもうほんといろんな調味料をブレンドして試作に試作を重ねて、結構何にでも合うような万能ソースができたんですけど、
もうほんとうちでしかやってないの、ほんとオリジナルの自家製のとんかつをやってたり、ちょっとアクセントで、すりごまを最初にかけちゃうんですよね。付け合わせネギ味噌やってるんですけど、自家製で出してたり、最初漬物を自分でつけてやってたんですけど、他のお店でたまたま食べた時にネギ味噌めっちゃ美味しいなと思って、完全に再現っていうよりはちょっとアレンジはしてるんですけど、ご飯のお供でつけたんですけど、意外とやっぱとんかつのお肉につけてもお肉も進む感じで食べれるんで、また漬物に戻したりするかもしれないんですけど、とりあえず今はちょっと一回これでやらせていただいてる感じですね。当店の美味しいとんかつ創作メニューはいかがでしょうか。どうぞドライブお席すぐご案内できますよ。どうぞいらっしゃい。蒸らして最後余熱ですね。まあ蓋開けちゃうとやっぱ逃げちゃうんで、こう閉じたまま3、4分ぐらいなんですけど蒸らすと一番いい、ほんとツヤツヤの美味しいお米が炊き上がる。土鍋じゃないとこのツヤツヤ感出せない、直火かけてやってるんで、ちょっと焦げとかもついたりしても美味しいかなっていうのもあるんで、なるべく炊きたてでやりたいので、お客様が来る前に次のお米を炊いてって土鍋だとやっぱ炊飯器より早く炊ける毎回変わるんですけど、これが北海道の旬のサンマを丸ごと1本揚げたサンマフライに2種類のソースをつけて食べていただきます。よかったら声かけてください。両方ヒレがあります。はい。はい、いらっしゃい。2名様、空いてるお席は好きなところどうぞ。ルイビ豚って言って静岡県富士市のブランド豚ですね。非常に牛点が低いお肉で柔らかいお肉になってます。全国でも数店舗しか取り扱いがないぐらい希少なお肉でおすすめしてます。あとその他もアレンジしたメニューいろいろご用意してまして、これはめちゃめちゃいいお肉です。ありがとうございます。これ美味しかったです。どうスタヒレ1個です。はい、はい、ありがとうございます。ルイビーのローストヒレが入ってます、ルイビー油の旨味があるのと、言うて32度で食べてる人間のその口の温度で油溶けちゃうんですよ。ジュワーっていうその旨味が広がるのがすごい味わえる。油の溶ける温度がすごい低いんで、ロースの方がやっぱ脂身しっかりあるんでジュワッと感が味わえるので、個人的にはおすすめ。でもヒレもやっぱ本当にしっかり農家さんが育ててるすごい上質なお肉なんで、赤身も本当普通のとんかつとかじゃ味わえないような柔らかさ、それとあと赤身肉なんでさっぱりしてる感じですね。カレーとかに入れてる方のデュロックってお肉は言うて割と低くて36とかなんですけど、逆にその肉々しい感じが特徴の美味しいお肉なんで、人によってはそっちの方が美味しいとかいうお客様もいらっしゃいます。価格安くして適当なもの出してるかっていうとそういうわけじゃなくて、原価はルイビより安いし生産量も多いお肉ですけど、自分で選んでこのお肉でいこうって決めたやつなんで美味しいです。油は動物性のラードを使わせていて、サラダ油の方が油切れが良かったメリットはあるんですけど、香り違う。 100% ではないですけど、動
動物性油がメインのちょっとサラダ油入ってる感じでこちらやらせてもらいます。低温でじっくり火通して、他のお店さんとかである白いとんかつそのぐらいの温度で揚げて、でもそれだけでやると20分以上かかっちゃうんです。ああいうところはお時間いただいてるっていいと思うんですけど、限られた営業時間で20分以上かけられないなっていうところで、いい感じのとこまで火を通して、その後余熱で火を通してから一瞬だけ高温で揚げて、サクサク感がすごい出る低温と高温で2度揚げっていう感じでやってます。はい、ホテルはそちらです。牡蠣とか海鮮は高温で一度揚げにして、もうサクッとカリッとゆっくり火を通す。こっちの左の油は海鮮を使ってない。ここでちょっと蒸らして火を通す。自家製のアンチョビ風味のペッパータルタルソース、ただのタルタルソースだとちょっと面白くないなと思って、海鮮にはこの、前は大葉とか入れたりもしてたんですけど、いろんなアレンジしたタルタルソースにでちょっとペッパーこういう感じで添える感じですね。はい、いらっしゃい。空いてるお席どうぞ。からしはとんかつ基本つけるんですけど、自家製のこのとんかつソースもこれ結構甘口で作ってて、辛口ソースが好きな方とか味変で使えるように豆板醤をここにつけてて、お肉につけるっていうよりはソースにちょっと溶いていただけるとスパイシーな感じで味変ができて美味しいので、お好みでっていう説明で一応お客様で扱っていただいて楽しみながら食事していただきたいというか、あと僕自身が結構そのとんかつに限らずなんかいろいろ入れたりつけたりするのが結構好きで、そういうお客様も多いだろうな。お待たせしました。先にご飯、お味噌汁と自家製のとんかつソース、ネギ味噌ですね。ネギ味噌ご飯のお好みで使ってくだお待たせしました。ヒレカツと海鮮盛り合わせですね。カキフライ。はい、こちらが自家製のアンチョビ風味のペッパータルタルソースになってます。お好みでカキフライに使ってください。これで今のヒレカツです。失礼します。お待たせしました。さっき食べたこちらご飯少なめですね。
るあと自家製のとんかつソースとネギ味噌です。レビのヒレカツで、はい、自家製のとんかつソースが結構甘口ベースでお作りしてます。お好みでちょっと豆板醤溶いていただいても味変ができて美味しいのでお好みで使ってください。お塩がすみません、銀の方がピンクロックソルト、ラーニと金の方が特製の七味と藻から出る藻塩というお塩を合わせた七味塩になっています。ぜひいろいろ使ってお召し上がりください。はい、どうぞ。お決まりですか？ハンタンライスもやってて、それも結構見た目も映えてて、東京で置いてるお店ないからっていうので来てくださる方もいるんですけど、うちに来る8割9割の方はハンタンライスっていうものを知らないで、最初ボードだけでメニューやってたんですよ。字だけでやってたんで、本当にやっぱ何か分かんないからっていうのであんま頼まれなかった。絵の写真付きのやつにしてからちょっと入るかな。石川のハンタンライスよりちょっとソースとかもアレンジしてて、このソースにまたちょっとケチャップ加えたりして、またオリジナルのソースで、あとうちはアジとエビフライ、石川とかだとそれこそマグロとか白身魚系の多いからアジとエビか珍しいなみたいな、ちょっとそこもなんかアレンジというか、ハンタンライスとかも、でもソースとかオープンの時とかは違ったりしてるんですよ。営業しながらいろいろ変えていく、より美味しくリニューアルさせて。ソース最初甘口辛口2種類作ろうかなとお客様選んでいただいてとか思ってたんですけど、甘口から作っててこれがもうめちゃくちゃうまいんですよ。なんか変に2種類考えるよりもうこれだけでいこうかなって思ったんですけど、2種類出すんじゃなくて、それこそこういう風にお好みで溶く感じでなんか入れられたらいいなっていうので豆板醤やってみたらめっちゃ美味しかったんで、棚の横につける式で甘口も辛口も両方いけますよ。これ新しくていいなと。食後サービスですね。もう無料でコーヒーをやってもらって嬉しいこといろいろやりたいなみたいのでこれなんか居酒屋さんとかで、はい、よく飴とかガムをなんか帰る時にくれるあれで、はい、昼バージョンでやっぱ休憩中とかで来る方とかも平日いるじゃないですか。コーヒーやっぱコンビニ帰ったりするんで、ちょっとこういうので無料で飲めたらいいかなみたいな。よかったですか？あ、よかったです。おすすめしてもらったんですけど。あ、そうなんですか？カレーも全部自家製です。フォンドボ入れたりフルーツ入れたりとか自分で仕込んで煮込んだやつに仕上げで最後ちょっととんかつソース入れてみたいな感じで
円。その野菜何種類もすりおろしてるソースなんで結構パンチが出ていい。やっぱ厚さによって揚げ時間とか変える。だからあとはもう本当に、まあ、感覚の話になっちゃうんですけど、もうトングで持ってみてとか、はい。カツカレー食べたいってなって、カレー美味しくなかったらめっちゃショックだなと思って、普通のカツカレー食べても印象に残らないっていうか、やっぱちょっとさアレンジして美味しいなって思ってもらえるカレーじゃないと絶対もう一回食べようとはならないと思うんで、でもやっぱさシャキシャキ食感あると美味しいなってやっぱ思ったんで、はい、で逆にルーに野菜入れてないんで、まあすりおろしてるのは入ってるんですけど、はい、そのゴロゴロ系のやつがお待たせしました。お店の話なんですけど、曲がりって費用が結構安いので、はい、1日10人以上来てくれればがっつり利益出せる。とんかつをおつまみに飲める居酒屋っていうのがやりたくて、とんかつってどうしても定食なイメージが強いけど、でも実際ワインと合わすともめちゃくちゃ美味しいですし、日本酒とかも全然いけるんで、つまみでとんかつを楽しめる居酒屋さんも出したい。学大中目黒ぐらいアレンジした創作メニューみたいなのが結構多いんで、居酒屋さんとかご飯屋さん行ってヒントとかもらったりはする。はい、いらっしゃい。2名様、空いてるお席お好きなところどうぞ。はい、いらっしゃい。空いてるお席どうぞ。ご飯、お味噌汁と自家製のとんかつソースと自家製のネギ味噌ですね。ご飯のソース。
長崎のアジで、最初アジさばいてやろうかなとも思ったんですけど、はい業者さんがこだわってて、長崎で取ったアジをチルドして持ってくるまでに鮮度を落とさない製法でやってるらしくて、じゃあこのまま逆にもうついてる状態のものでいいかなっていうので、冷凍でこれをあえてあげてるんですけど、やっぱこういう業者さんのいいところってムラが出ないんで、もう同じものを同じ厚さで全部調整してくれるんで、これすごい好評です。お客様結構大きい感じで、アジフライだけは唯一これで出してます。タルタルソースがちょっとアンチョビを入れた自家製のペッパータルタルソース。一回来ただけじゃ伝えきれないっていうか、手抜きのところが一応ないんで、もう全部食べてもらいたいです。おすすめはルイビでやらせていただいてるんですけど、調味料とかいろいろ考えたりした時間は下のメニューの方が多くて、カツ丼とかカレーとかサントンライス、とんかつソースとか付け合わせの一品だとか、タルタルもまた選べるソースのロースカツ膳って言って、とんかつソースとは別にわさびの醤油漬けとか、大根じゃなくてカブを使ったおろしポン酢と甘辛のからしのだし醤油3種類から選んでいただけるやつがある。あとはもう季節限定は毎月毎月考えてるんで、今回はサンマで来月もマグロで魚系行ってるんですけど、その前は逆に旬の野菜の舞茸とかレンコンをちょっとすりおろして自家製のデミグラスソースを作って、とんかつの上にデミグラスかけたデミカツとか、夏野菜のナスとかズッキーニとかトマト玉ねぎを使った冷やした冷たいラタトゥイユをとんかつにのせて食べる。ほんと旬の野菜だったり魚だったり、その都度自分の発想によって書いてるんですけど、よし、これ完了。レビの左側ですね。はい、自家製のとんかつソース結構甘口ベースで作ってまして、この上でここの豆板醤つけてるんで、これちょっとソース溶いていただけると同時にもできて、この上でどうぞ。で、お塩が銀の方がピークロックソルト、お肉大丈夫が金の方が特製の七味ともから出る文字を表し合わせた七味醤のスープでいろいろといい使ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、で秘密ご飯のお供でつけてるんですけど、意外と肉につけてないので、ぜひいろいろ使ってみてください。ありがとうございます。はい。カツ丼美味しいですよ。リピート率が高いです。オープン前に有名な渋谷の随長さんとか日本橋とんかつは人を幸せに食べて、卵がめっちゃ美味しかったんですよ。まあわかんないですけど、多分メープルとか入れてたのかな。まあ同じのにするのは嫌だなと思ったんでちょっと蜂蜜入れてみようかな。甘めのだし醤油は作ってたんですけど、はい卵は味付けしてなかったんで、卵もちょっと蜂蜜入れて甘くしようかなと思って、急な発想でいきなりそのままオープンしたんですけど好評で、それこそオープンしてからは全然とんかつ食べ行ってないんで、はいちょっともっと行かなきゃなって。
お待たせしました。お好みでそのままでも美味しいんですけど、この金の方の特製の七味と藻からできる藻塩っていうを合わせた七味塩をちょっとだけかけていただいても相性がいいので、お好みで使ってください。僕もともとやっぱ飲食店を自分で出したいなっていうのがあって、で大学卒業してからついた飲食の会社がそのとんかつのレストランの会社で店長3年間やらせていただいて、自分でお店持ちたい時にじゃあ何が一番その喜んでもらえるかっていうか、自分が満足のいくものが出せるかなっていうものがとんかつだったんで、今は昼間のこの業態でとんかつやらせていただいてます。でも今後はやっぱその自分の料理の幅とかも今昼勉強してるので、今昼だけですけど夜とかとんかつおつまみになんか他にもそんないろいろお魚だったりお野菜も使ったようなお店とかも出せればなっていう感じで思ってます。お店出すって時に何をするのかっていうか全然本当に分からなくて、はい、古くからの友人とかの支えとかもあって、本当にそういうご縁があって今こういうお店が出せたっていうのと、話すとか接客とかもすごい好きなんで、料理とサービスを通していろんなお客様とのご縁を増やしていきたいなって、やっぱこれから関わる人たち全てとのご縁にも感謝したいっていう意味でご縁っていうの前に回して1号店で自分がこっから行くぞっていう、頭文字 GO っていうのがあったんで英語にしてみました。僕がそもそもやっぱお店出す時にとんかつ屋さんでももちろん働いてたんですけど、なんだろうな、どこにでもあるとんかつ屋さんっていうのをやりたくなくて、自家製にこだわったりとかアレンジしたメニューとかやっぱ他では食べられないような商品をまず作りたいなっていうのがあって、でその僕のモットーで幸せで楽しいランチタイムっていうのがこのお店であるんですけど、来ていただいて接客僕とお話ししてご飯食べて帰る時にちょっとでも幸せな気分で帰れるような時間にしてあげたい。ありきたりじゃないというか、その食べても美味しいんですけど見ても楽しいし、お何これっていうちょっと初めてな発見があったりとか、そういうのも一つの幸せというかいい気分になるものであるかなと思ったんで、創作とんかつっていう名前で結構アレンジしたメニューをいろいろ考えてやらせていただいてます。毎日キャリーバッグでいろいろフライヤーとかも終わったら全部洗って裏に片付けなきゃいけなかったりだとか、本当はもっとこうしたらしたいっていうのはいろいろあるんですけど、やっぱ物も限られちゃう、置ける分しかなかったりとか大変な